回はグラフのタイプをパーリンにしてるわ。これはパーリンのイズというタイプのグラフで、番号のうちこのカルデュプリケイツのコンポーネントを使って18番の他のエッジについても同様なのだ。そしてこれら上下の点の平均点を取ることでここを通過になってしまってるの。これはどういうことかというと、仮にライノセラス上で球面を作って説明してみると、次は大阪ヘルスケアパビリオンの GH について解説するのだ。この GH は屋根の部分だけを作るけど、まず屋根の外形になるポリラインを用意して、これをもとにこんな感じの三角形の角面でできた屋根を作るわ。オリジナルのこの屋根面の一個一個は球面の一部を切り取った形をしてるみたいなのだ。でも今回はこのカーブから作る関係上、綺麗な球面を保ったまま屋根を綺麗に形作るのが難しかったから、この角面の形状は球面からちょっとずれた近似した形にしてるわ。なので完全にオリジナルに寄せたモデルはできないんだけど、この GH を作る過程でソートとブランチをどのようにコントロールするかという方法をかなり学べると思うのだ。そういったグラスホッパーを作る上で重要な考えを解説していきたいと思うわ。またあとはリボンラチスの時にも使ったグラフマッパーを今回はノイズを混ぜるために使うという場合の考え方について解説していきたいと思うのだ。まずはグラスホッパー全体をざっくり見ていきたいと思うわ。今回は綺麗な一枚屋根を作るためにぬるぬるよりも少し複雑な感じになってしまったのだ。最初の方から順番に追っていくわよ。まずあらかじめ用意した外形線をここで読み込んで、その頂点を拾ってるのだ。その頂点を元にして今度は屋根のこの頂点部分を作るためのポイントを抽出してるのだ。そしてこのエッジ部分のポイントを上にちょっと上げてるんだけど、この上げるための高さのパラメーターにこのグラフマッパーでノイズを混ぜて全部同じ高さにならないようにしてるのだ。軒の高さを横から見るとこんな感じで各頂点の高さがバラバラになってるわ。これはムーブにつないだ Z 値を一定の値にせずにここでノイズを混ぜてあげてるので、このような結果になってるのよ。そしてノイズを混ぜた値をムーブで上に押し出してあげて軒高さを決めてるわ。ここでは寸法を表示するための寸法プレリューを組んでるのだ。こんな感じの寸法に角軒の高さがなってるの。そしたら今度は屋根のトップの頂点部分でも同じような処理をしてノイズを作って、このグラフでノイズを吐き出してるのだ。このノイズを混ぜて屋根の頂点の点を上方向に移動させてるのだ。屋根の各頂点の高さはこんな感じになってるよ。そしてこの2種類の頂点をつないで屋根の稜線を作るのだ。屋根の稜線が作れたら今度は屋根の面を作るための処理をして、またさらに頂点の数をきれいに整えるわ。この頂点をきれいに整理し直してからまたポリラインでつないで稜線を作り直すのだ。そしてこの稜線の各頂点とあとは角面の中心点の1点を少し下方向に移動させた点の合計4点を使ってそれぞれの屋根面に球面を作るのだ。この球面を真上から見た三角形でカットしたのがこの面よ。この面のそれぞれが綺麗な球面になってるんだけど、このように隣り合う屋根面の稜線と綺麗に稜線が合わなくなってるの。なのでここから先の処理ではこの稜線を合わせるために角面を近似して稜線同士が合うことを優先した形状を作るための処理をしてるのだ。まずこの頂点のブランチを整理して、それぞれの球面のエッジをきれいに成形して、その2つを使って角辺を必ず3本取り出せるように調整をしてるわ。このエッジのブランチが今三角形の1、2、3辺という風に整理されてるけど、これを上から見た時に同じ位置の線が1本、2本と重なっているようにするためにデータ構造を変えてるの。データの構造が変わったブランチの出力がこのパネルになってるのだ。さっき1つのブランチに3本ずつ入っていたのが1つのブランチに2本ずつ入るようなデータの構成になってるわ。そうすることで各ブランチの中のカーブを近似化してこの平均した部分に新しくカーブを作ることができるのだ。
その処理が行われてるのがここよ。これでもともと2本ずつあった角稜線が中間の1本に平均化されたのだ。そして平均化したカーブを元の三角形を囲む辺と置き換えてあげて、ここでまたデータリストを元の形状に戻してるわ。そしたらここから面を張ってくのだ。下の 14B の方はパファーフィッシュのコンポーネントを使うことで面を簡単に張ってるわ。今回はこっちの方法を推奨するわ。上の方はデフォルトのコンポーネントを使って頑張って面を整えた方法になってるのだ。これでも面の形状は似たようにできてるんだけど、あくまでデフォルトのパッチコンポーネントだとちょっと限界があって、この稜線の位置はそこまで綺麗に合わせられないから B レップジョインを使って一枚屋根として組み合わせることはできないのだ。なのでこちらの B 側の処理をおすすめしてるのよ。ラフな検討であればこっちでもいいけど、パファーフィッシュを使うと楽になるのでこちらでやってみるのをおすすめするのだ。以上がざっくりとした全体の流れになるわ。それでは GH の中身を細かく見ていくのだ。まずこの GH は最初に外形のカーブを取り込んで、そこからこのような屋根面を立ち上げるということを目的にした構成になってるのだ。まずはこのカーブをライノ側で作ってカーブコンポーネントを使って取り込むのだ。そこからエッジ部分の拡張点をカルデュプリケイツコンポーネントを使ってストックしてるわ。そのカーブの頂点をエクスプロードコンポーネントを使って頂点を V の方から取り出して、ここからカルデュプリケイツでいらない点を取り除いてるのだ。エクスプロードを使うと支点と終点の点が重なって出てきてしまうから、例えばここの点がダブってしまうの。なのでこれをカルデュプリケイツを使って重なっているところを取り除いてるのだ。個数を確認すると点を削る前の元のリストではインデックスが0から11で計12個点があるのだ。そしてこっちから出力された方では合計11個なので1個だけ点が減ってるのだ。次に2番目のステップでやってることは屋根の頂点になる点をストックしてるわ。この点をストックするためにまずは元の外形線の領域に点をたくさん作ってるわ。この点から不要なものを間引いて必要なものを残してるのがここのフローになってるのだ。どのように除いてるかというと、さっき作った外形線の拡張点から一定の距離内にある点をまず間引いてるの。そのためまずはこの点とこの角点をどちらもグラフとしたデータと比較してディスタンスで距離を測ってるのだ。これで距離を測るとこちらで作った点一個一個に対してこちらの11個の頂点との距離を測れたのだ。例えばこの点に注目してみると、この点とこれら11点との距離を測ってるのだ。なのでここから出ているデータリストはこのように階層とデータの数が増えてるわ。一個一個の点に対して11個の頂点との距離を各ブランチに出力してる関係よ。ここからソートで各点からの距離が小さい順に並べた場合にどうなってるかを調べるのだ。そしてリストの0番目、つまり一番近い頂点の距離を取り出してるのだ。ここの点で例えるとここの頂点との距離が最も短くなるので、この間の距離を取り出してるイメージなのだ。この距離が一定以上ある点だけを残したいのでラージャーザンコンポーネントを使って確認してるのだ。このコンポーネントの A にこのリストの最小の距離を入れて B の方には頂点からどれくらいの距離の点をクリアするかという指示値をここで組んでそれを入力してるのだ。今は18メートルの距離にある点を間引くようにしてるから、この各点から18メートルの距離にあるものは全て除くようにしてるのだ。ここで得られたブール値をこのカルパタアンコンポーネントにつないであげると、まず拡張点から間引かれた点が残ってこんな感じになるわ。さらにこれらの点の位置を平均化してそこからさらに除いたものがこの結果になってるわ。ここで残った点の中で距離が近すぎる部分がまだあるので、そこからさらに点を取り除くために平均的な位置に点を作るようにしてるのだ。この t に平均化の参考にするための半径を入れてるんだけど、この半径は今ここで入れたクリアの値をある係数で割った値で判断してるわ。この範囲内にある点の位置が平均化されるようになってるわ。
続いてこれで頂点の点の位置とエッジの頂点の位置が取れたから、この2種類の点を Z 方向に持ち上げて軒の高さと屋根の頂点の高さに移動させるのだ。まずは軒の方の高さについて調整してくわ。軒の高さはフロントビューで見てみるとこの高さなんだけど、なるべく角軒の高さが一定の高さに止まらないようにしてゆるくばらけるような感じで作ってるのだ。これをどうやっているかを解説するのだ。まずはエッジの点のリストをアイテムインデックスに入れて、リマップナンバーで0から1までの10段階の小数を作るわ。エッジ部分のこのデータリストはインデックスが0から10までの11段階あるけど、その数字をまずアイテムインデックスを使って取得してるのだ。アイテムインデックスの両方の端子に同じデータを入れると、このようにインデックスの番号が取れるの。そしてこれをリマップナンバーにつないで数字の大きさを変換してるわ。リマップナンバーの V にこのリストを入れてあげて、 S のところにバウンズコンポーネントを使ってドメインを入れてあげると、この0から10の範囲内を基準にして T に入っているドメインが0 to 1なので、 V に入れた数字を0から1の幅にギュギュッと縮めて変換してくれてるの。これがなぜ欲しいかというと、この後につないでいるグラフマッパーでその値を使うからなのだ。グラフマッパーに入れる数字は基本的に0から1までの非連続な小数リストが必要になるのだ。その0から1という小数の大きさをこのグラフで変化させてこのような値に直すというのがこのコンポーネントの役割になってるのだ。そしてどのように値が変化するかだけど、今回はグラフのタイプをパーリンにしてるわ。これはパーリンノイズというタイプのグラフで、ノイズを入れるときによく用いられるパターンになってるの。エッジの部分の基準の高さの数字はナンバースライダーで分けて作ってあって、この数字にノイズの量を追加してあげることで値に揺らぎを与えてるのだ。ただグラフから出てきたままの数字を直接この3000に加えても変化がわからない大きさのノイズになってるので、このリストを改めてリマップナンバーに突っ込んでまたさらに数字の大きさを変えて増幅しているのがこの後の作業になってるのだ。それがこの辺りのフローになってるのだ。このリマップナンバーにさっきのノイズから出た0から1までの間の値を追加してあげて、これをこっちにつないだドメインを使って増幅してくわ。バウンズの値は 0.44 から 0.56 という非常に小さい値になってるけど、これの最小値をマイナス500、最大値を2000にする形でぐっと広げて大きくしてあげてるのだ。なので元のリストで一番小さい値がマイナス500で一番大きい値が2000であるようにリストの数字がスケールされたってことね。これにエクスプレッションコンポーネントを使って3000とこのリストの値を加えてあげることで、これで軒の高さを決めてるわ。次にこのままだと小数点が非常に細かい値になっていて使いづらいので、さらにエクスプレッションコンポーネントのラウンド関数を使って値を整数に近似していくのだ。10分の x を小数点0位のところで四捨五入して、そしてさらに10倍して値をまた大きくしてるわ。こうすることで1の位が0の整数を作ることができるの。この値をユニット Z に入れてムーブにつなぐことで角点を軒の高さに移動させられたのだ。ノイズを混ぜてるからこんな感じで角点の高さが若干ばらけた感じになってくれるのだ。この寸法がいくらになっているかはラインディメンションというコンポーネントを使ってプレリューで確認することができるのだ。移動前の点と移動後の点をラインでつないであげて、それをラインディメンションにつないであげると寸法線でプレリューを確認できるのだ。同様の処理を屋根の頂点のリストでもやってるのだ。頂点の方も同様にアイテムインデックスからバウンズとリマップナンバーを使ってこっちのグラフマッパーに同じくつないでノイズを出して、そして基準点の高さとこのノイズの値を混ぜてあげるわ。そしてここのナンバースライダーでノイズの大きさを増幅してるわ。それがこのリマップナンバーになってるのだ。そして頂点の高さは軒高さよりも確実に高くしたいので軒の基準の高さをさらにここで加えてあげて非常に高いところに頂点が来るように設定してるのだ。軒と同様にムーブコンポーネントを使って
上に上げることで頂点の位置を決められたのだ。また後工程で使うので、この頂点の Z 座標の中から一番高いものをここで取り出しておくわ。この数字のリストをソートに突っ込んで、この K の値から出てきた一番最後のインデックス番号のものが最高高さになるから、これをリストアイテムでストックしておくわ。こっちもラインディメンションを使ってプレリューで高さが確認できるのだ。そうしたら次の段階ではこの立体的な拡張点の関係をデータ構造を整理した状態でストックするわ。この最後の部分に出てくるデータ構造はこのように1つのブランチに対して3つの頂点がまとめられている状態になってるわ。これはどういうことかというと、上から見た時のこの三角形を1つの単位とした時に、この拡張点が同じブランチに入るような設定になってるのよ。その構造を変化させてくのだ。まずさっき移動した頂点を全てマージコンポーネントに入れてフラッテンするのだ。そしてこれらの拡張点を結ぶ辺をこのデラウネイエッジズコンポーネントを使って生成するわ。ただし今作ったこの稜線は最初に設定した外形線からはみ出している部分があるから、それをまずは取り除くのだ。取り除くためにはまず外形線のカーブに対してバウンダリーで面を張ってあげて、この面内に残っている辺だけを使うように選別するのだ。そのためにこの後でプロジェクトカーブにこのサーフェスとさっき作った稜線をつないであげると、この面の上にある稜線だけがきれいに押し付けられて、はみ出した辺は全て取り除かれるのだ。この押し付けられた稜線を使ってバウンダリーサーフェスをスプリットすることでブランチを分けるための基準になるサーフェスを作ることができたわ。ここで分けた三角形一個一個が一つのブランチに対応するように、この後この頂点を選別していくわよ。まず拡張点をプロジェクトでこの平面上に押し付けるのだ。ここでスプリットした各平面はグラフトをかけてあげることでそれぞれのブランチに分けてるのだ。このブランチ内の三角形一つ一つの頂点をここで作ってるのだ。でコンストラクト B レップを通してさらにこの頂点にグラフトをかけてあげて、ここでグラフトした一個一個の点に対してこっちのリストのどの点が対応するかをディスタンスコンポーネントを使って見ていくわ。例えばこの三角形に属するここの頂点と対応している点はこっちのリストで言うとここの点ということになるわ。同様にこの三角形に対してのここの頂点と一番近いのはここなので、この点3つを引っ張ってきて1つのブランチにまとめることでリストをきれいに分けることができるという仕掛けになってるわ。このディスタンスの中身を見てみるとこんな結果になってるのだ。例えばこの点とこれらの点との距離をそれぞれ測ると一番近いものが0と表示されて、その他の点との距離は非常に大きな値になることが予想されるわ。それがこの一つのブランチの中の数字になってるのよ。各ブランチの中で距離がほぼ0になっている点に対応しているインデックスが欲しいので、それを判断するためにスモーラー3コンポーネントで 0.01 よりも近い距離の点だけ取るためのルール値に直すのだ。ここでトゥルーになってる点だけが欲しいので、カルパターンを使って1点だけを取り出せるようにしてるのだ。ここの拡張点に対応するこの点分の中から選ばれた点のリストがこんな感じになるのだ。今このデータリストはここでグラフトが行われてたので、1ブランチに対して一つ一つの点が割り振られている格好になっているのだ。これを三角形一つに対して3つの点がまとまっているようなリストに直すためにシフトパスを使ってデータ構造を整理してるのだ。また同じ場所に点が重なっていると後のデータ構造がまずくなってしまうので、念のためカルデュプリケイツを使って重なっている点がないかを一応ここで取り除くようにしてるわ。これで最初に見たこの三角形一つに対して3つの頂点が立体的な関係でまとめられたようなリストが手に入ったのだ。そして次にここでさっきまで整理してた頂点を結んでポリラインで三角形屋根面それぞれの稜線を作ってるのだ。ポリラインコンポーネントの C のクローズドをトゥルーにしておくことでポリラインが閉じた形で稜線を作ることができるわ。ここがフルスになっていると
カーブの最後の一点が開いた状態になってしまうわよ。ここをトゥルーにしてあげないと一周したカーブが手に入らないわ。データ構造を見ると、それぞれの三角形の屋根面でそれぞれグラフとされた状態でブランチが組まれているので、全てのカーブのインデックスは0になってるのだ。この閉じたカーブを使ってこの稜線内に球面を三角形状に切り分けた面を貼るのだ。角屋根面に球面を貼るためには球面が通る4点を設定する必要があるから、まずその4点を作る準備をここの前半部分でしてるの。そしてここで球を作ってるわ。この球状のままだと画面が大変なことになってるから、トップビューから見た三角形状でこの球を切り抜いていくのだ。それがここなのだ。そしてここのスプリット B レップマルチプルで三角球面の三角形部分とその外側にあるその他の部分に分けてるのだ。そこからカルパターンを使ってこの三角柱の中に含まれる面だけを取り出して整理してるわ。それがこのデータになってるわ。それではこの部分について最初から流れを見ていくのだ。まずはさっき作った三角形の稜線に対してそれぞれバウンダリーサーフェスを使って面を張っていくのだ。それとは別で角屋根面の頂点の平均点を取ってあげて、それを今作ったバウンダリーの面に押し当ててるのだ。これはなぜかというと、この後エバリュエイトサーフェスコンポーネントを使って角三角屋根面の放線方向のベクトルが欲しいからなのだ。放線方向というのはこの面に直行する方向のベクトルのことよ。このサーフェスクローゼストポイントのコンポーネントを使うことで UVP の端子から出てきた値をエバリュエイトサーフェスに入れて F から屋根面それぞれの作業 A 面を取り出せたわ。この作業 A 面に直行する方向が放線方向になるわね。これをベクターディスプレイで見てみると、こういった矢印の方向に放線が取り出せてるのだ。さっきやった球面を合成するための4点目については必ず屋根面に対して下側になければいけないのだ。そのため屋根より上側に球ができないといけないので、その点をここでそうとして手に入れていくわ。今作ったこのベクトルと逆方向のベクトルをリバースコンポーネントを使って両方作ってるのだ。この2つのベクトルをマージしてムーブにつないであげると、ここで出力された P の点が両方の放線方向に移動されて2点を作ることができたわ。この2点の上側の点を使ってしまうと球面が下に大きく伸びるように作られてしまうから、こっちの点は不要なのだ。今回はこの下側に移動した点だけを手に入れるようにソートを行っていくわ。ムーブから出たこの角ブランチに入っている2点の Z 座標をデコンストラクトコンポーネントを使って取り出すわ。そうすると座標の値がそれぞれこんな感じで出るのだ。この大小比較をして小さい方の点が必ず選択されるように、これをそうとしてリストアイテムで小さい方の座標の点だけを取り出すのだ。この点を書くこの三角屋根の頂点のリストに加えて角ブランチの中身を4点にするわ。そしてこの4点を通る球面を作っていくわよ。4点にまとめるために今回はインサートアイテムコンポーネントを使っていくのだ。このコンポーネントは L に入れたデータリストの i 番目の手前にこのラージ i のデータを追加してデータをまとめるためのコンポーネントになってるのだ。今 L に入っているここのデータは1つのブランチに対して3つのデータが入ってるけど、この0番目の上のところにこっちの点のデータを追加するという流れになってるのだ。パネルにつないでデータを見てみるとこんな感じになってるわ。X 座標が3番19のポイントが0番目に入ってることがわかると思うわ。そして球面ができたらこれを切り欠くための三角柱を作るのだ。その三角柱を作るためにエクストルードコンポーネントを使ってるのだ。これをキャップで閉じてこの球を切断するカッターにしてるわ。そしてこのエクストルードで立ち上げるこの三角柱の高さについては最初の方で取り出していた屋根の頂点で一番高い部分の点の高さを元にするのだ。今作ろうとしている三角球面の
範囲は必ずこの屋根の一番高い頂点よりも下側にある面になっているから、屋根のレベルから一番高い点の高さを持ってきて、それに安全を見て100を加えたこの値で三角柱を立ててあげれば、この範囲内にできた球面を確実に取り出せるという仕組みになってるのだ。このカッターをスプリット B レップマルチプルの C に入れて球面を B に入れるわ。これで確実に球面を切ることができるのだ。そうしたら次はこの三角球面の必要な部分と不要な部分のどちらを残すかそうとしていくわ。まずスプリット B レップマルチプルの出力から、このような構造でデータリストが出てるから、これを一度グラフとしておくのだ。グラフとしたら各面からポプレートジオメトリーを使って1点ずつこの面の上に点を作るのだ。そしてポイントイン B レップ S コンポーネントを使ってここで作った点がこの三角柱に含まれている場合のものだけを取り出すようにしてるわ。閉じた三角柱をこのコンポーネントの B に入れて、ここでフラッテンするのだ。そして P にここで作った点を入れてあげると、この点が三角柱に含まれている場合に出力の I からトゥルーというブール値が出るのだ。なのでもともとグラフとする前の面との関係で示すと、こんな形で確実にブランチのどちらか一つはトゥルーが出て、どちらか一つにフォルスが出るのよ。このトゥルーになっている方がこの残すべき方の三角球面になっていて、フォルスの方はその三角形の外側にある不要な部分ってことになるわ。この I の値をカルパターンに入れて不要なデータを取り除くのだ。そうしたらこの取り出した結果のデータはこのようになっていて、何も入っていないブランチのデータが残ってしまってるのだ。このブランチはエンプティの状態になっていて、これを残したままだとこの後のデータの作り方でエラーが発生する原因になってしまうのだ。なのでクリーントリーコンポーネントを使ってこの不要な何も入っていないブランチを取り除くわよ。そしてデータ構造上、ブランチの番号が0カンマ1、1カンマ1という風になっていて、このままでも問題はないと思うけども、少し気持ち悪いのでトリースロスのリナンバーパスコンポーネントを使ってブランチの番号をきれいに作り変えてるのだ。ここまでで作った稜線に対してそれぞれ三角球面を当てた屋根面を作ることができたのだ。本来の大阪ヘルスケアパビリオンの屋根は完全な球面を切り抜いたものが連続したように作られているみたいなので、これが最終的な結果ってことになるのだ。でも今回はこの外形線をもとに屋根を作り始めているので、必ずしもこの稜線の半径が隣り合った三角球面の半径ときれいに合わない結果になってしまってるの。これはどういうことかというと、仮にライノセラス上で球面を作って説明してみると、こういった球面があって、それを三角柱でくり抜いてみるわ。そうするとこんな感じの断面が出てくるわ。ここに見えてくる円弧の半径というのは切り抜いた球の半径に依存して、またその中心点の位置からどのくらい切断面が離れているのかによってここの半径の大きさが決まってるのだ。なのでもし完全な球面の稜線同士がぴったり合うようにこの屋根を作りたいのであれば、まず端っこのこの三角屋根の部分で上から見た時にこの形になるように球を切断してあげて、この3辺の半径の大きさを確定するのが第一ステップなのだ。そうしたら隣に作る次の三角屋根面に関しては、ここに出てきた半径の値を参照してそれを守った状態で隣の次の三角の円弧の稜線を作ってあげる必要があるわ。そうするとこことここの半径の大きさも確定するので、次にここに作る三角形の屋根面もここの半径の値はあらかじめ決められた状態で付け足していくことになるのだ。これを繰り返して端っこから順番に屋根面を付け足していくことで、完全に球面の三角屋根面が連続したヘルスケアパビリオンの屋根を作れると思うんだけど、今回はそのような付け足していく手法で屋根を作ってないので、このような稜線の間のギャップが生まれてしまってるのだ。なのでこれ以降のフローではこの稜線間のギャップを埋めて、それぞれの三角屋根面を球面のままではなく近似した状態に作り変えて、
最終的に一つの屋根面にまとめられるようにしていくという方法で作っていくのだ。ここからはそれぞれの稜線をどのように近似化していくかをデータ構造のまとめ方と幾何学的にどうすればいいのかの2点から解説していくわ。それではここからは球面の稜線の近似化について解説していくのだ。ここで作った球面の角稜線の間にギャップができてしまうという問題なんだけど、それを解消するにはこの稜線2本を取ってきて稜線同士の間に新しく近似化した1本の稜線を作るという流れになるのだ。なのでそれをするためのデータ構造をどうすればいいかというのを考えると、今のデータ構造としては三角屋根面それぞれが1ブランチとなってるからこのようなデータ構造になっているの。でもこれを上から見た時のこの稜線1箇所ごとに2本の稜線が入ってるようなデータ構造にしてあげれば、それぞれのブランチの中で平均化した稜線を作ってそこからまた面を再生成するような、そういった流れが考えられるかと思うから、そんな感じでブランチを整理してあげたいわね。なのでまずはさっき作った球のトリム面から B レックエッジズコンポーネントを使って稜線を再び取り出していくのだ。そして一旦ジョインカーブズでこの稜線をつないで一周ぐるっと回った三角形状にしていくのだ。これをエクスプロードするだけで3辺のカーブをきれいに取れるかと思いきや、こんな風に三角面の頂点以外の部分にも欲しくない頂点が出てきてしまったのだ。これがあると辺のデータ構造がきれいにこの三角屋根の一面に対して3辺のインデックスでまとまるようにならないし、あるいはエッジの位置に対しても辺がきれいに同じ長さの分だけ2本揃わずにブチブチ切れたカーブに分かれてデータがぐちゃぐちゃになってしまうのだ。なのでまずはこの辺をきれいにつないで端から端までで1本通るように設計する必要があるのだ。そのためにはどうしたらいいかというと、とりあえずこの三角形の拡張点部分にできた点以外のこういった不要な部分を間引いてあげる必要があるわね。なのでこの屋根の拡張点のリストを用意して、この頂点から距離がある点は除けばいいと思うのだ。まずエクスプロードから出てきたこれらの拡張点のデータをグラフとして1個1個あたりのデータリストに整理するのだ。各ブランチに点が1つ入っている状態ね。この点1個1個に対してこの屋根の頂点の全てのデータが入っているリストを1タイタで比べてディスタンスコンポーネントを使って距離を測るわ。そしてこのリストをソートリストを使って小さい順に並べ直して、その中の最小値がこんな感じで出てくるけど、この中で大きく見積もっても10よりも値が小さいものだけはこの頂点と被っている点だと認識できるから、これだけを残すようにカルパターンで点を間引けばいいはずよ。もともとは点の数が86個あったけど、これで不要な点が取り除かれてブランチの総数は変わらないんだけど、取り除かれた点が入っていたブランチだけがエンプティ状態になったのだ。ここでグラフとしたこのデータツリーの状態をシフトパスで戻してあげるとこんな点のリストになるのだ。これで三角球面の各頂点が一周した状態での頂点4点を取り出せたわ。でも支点と終点の位置が相変わらず重なって残ってるわね。この0番目と3番目の点よ、これが重なっているのでカルデュプリケイツで取っておくわ。これで3点がとりあえず取れたから、これを使って辺をきれいにしてあげるのだ。ここでジョインしたカーブをまた持ってきて、このカーブに対してこの3点をカーブクローゼストポイントで当てるのだ。これでカーブのどの位置にここで作った頂点が当たっているかというパラメーターが取れたので、このパラメーターを使ってシャッターコンポーネントで頂点の位置でカーブをきれいに切断していくのだ。切断したカーブの端点がどこにあるのかをエンドポイントを使って見てみると、このように間にあったいらない点は取り除かれた状態で、きちんと角稜線の端部が三角形の頂点にある状態でカーブを切ることができたわ。そしてこのカーブのインデックスは三角形1つをブランチとした時に012というインデックスが振られた状態で全ての辺のデータ構造が整理されたわ。だけどまだブランチの構造としてはこの三角形1つを枝としてその中に3つのデータが入っているという状態になってるから、これをエッジの位置ごとにブランチを分けるように
データ構成を変えていくのだ。まずここで取得した稜線のカーブをすべてフラッテンでデータ構造を潰して、こんな感じでインデックスが振られる状態に直すのだ。2つの稜線が重なっているところはインデックスの番号が重なっている状態で見えてるわね。これを 3D 上で潰すようにプロジェクトコンポーネントを使うわ。そしてこの潰したカーブの中点をカーブミドルコンポーネントを使って取り出して、ここでこの中点が重なっているインデックスがどの点のインデックスかを取り出してるのよ。この i から出ているのは同じ位置で重なっている中点のインデックス番号を取り除いたリストになってるのだ。例えばここにつないであるカーブのインデックスをポイントリストを使って見てみると、ここなんかは例えば28番と18番のカーブが重なっているということがわかるわね。そしてこの重なっている番号のうち、このカルデュプリケイツのコンポーネントを使って18番の方のインデックスを取ってきてるのだ。これはここの2つの辺が2つで1組であるというふうに考えた時に、先に重なっている方の1つを取り出した場合に18番が取り出されたという流れなのだ。なので28番の方のカーブは重なっている後の方のカーブという扱いで、このデータリストの中では28番が取り除かれている状態ということなのだ。これで手に入れたインデックスを元にしてアイテムリストで元の辺から取得したインデックスの番号のものだけを取り出すと、こんな感じのカーブが出力されるわ。このカーブのインデックスを同じくポイントリストで確認してあげると、このように重なった稜線の片側1本がなくなった状態になってるわ。もともとあったこのカーブの片割れの方だけが取得されているような状態になってるのだ。なのでこのカーブを元にしてこのカーブにすごく近い2本のカーブをまとめてブランチを構成するようなソートをしていくわ。まずは2本ギャップがあった状態で重なっていたこのカーブそれぞれの中点をまた作るのだ。そして今ブランチを作るためにカルデュプリケイツを使って取り出した片側のカーブに対してカーブクローゼストポイントにこの中点を当ててあげるのだ。ここで当てた中点の中から距離が小さいものは例えばこのカーブに属する稜線だという風に捉えることができるから、スモーラー3コンポーネントを使って距離の値が一定以下のものだけをカルパターンで残すようにしてるのよ。カルパターンを使うことでこのようにエッジ位置ごとにブランチを分けることができたのだ。ここでは何をしているかというと、このたくさんブランチがある状態から指定したブランチだけをプレビューするようなプレビュー用の組み方をここでしてるわ。これの組み方はまずトリースタティスティックというコンポーネントを使って、ここからこのデータリストの中に入っているブランチ番号を取り出すのだ。そしてこっちのトリーブランチというコンポーネントに指定したブランチ番号を入れると、そこからそのブランチ内のデータだけを取り出せるから、ここから出てきたブランチ番号をリストアイテムに入れて指定したブランチ番号だけを取り出してトリーブランチに入れてるのよ。これを使うと複雑なデータ構造になってるオブジェクトの中からこのブランチの中身だけがどうなってるかを確認することができるわ。これでエッジの位置ごとに稜線を分けてデータ構造を入れ替えることができたのだ。ここからは各ブランチの中でこの稜線の形状を平均化して、また三角屋根を軸としたデータ構造に戻して面を張り直すという流れになるわ。それではこの稜線を平均化しリビルドするのだ。リストアイテムを使って各ブランチの中に入っている0番目のカーブと1番目のカーブそれぞれをここで取り出すのだ。それぞれのカーブの中身を見ると、こっちが0番目のカーブ、そしてこっちが1番目のカーブになってるわ。ここではまず何をしているかというと、カーブの方向を揃えるようにしているの。0番目のカーブが左から右に流れていて、1番目のカーブが右から左に流れているといった方向があべこべの場合にはちょっと不都合が生じやすいので、ここでまずカーブの方向を確認してるわ。そのためにどちらでもいいけどどちらか1本のカーブの端点をエンドポイントで作って、それを直線で結んだカーブを作るのだ。このカーブをガイドにして0番目の方のカーブをフリップカーブコンポーネントを使って向きを修正するのだ。もし1番目のカーブと向きが異なる場合にはここでフリップ処理がされて、この出力からトゥルーが出てくるわ。
なので向きが違うカーブがこれだけあったということがここでわかるわね。そしてこのカーブそれぞれにディバイドカーブコンポーネントを使って点を作るのだ。このカーブが例えば左から右に流れるカーブだったとしたら、この点の左から0123という順番がついた状態で生成されてるのだ。そしてこのポイントをそれぞれグラフとして上げることで、それぞれの分割点一個一個のブランチを作ってるわ。そしてこの独立した点をインサートアイテムズを使ってこの上下の点を1セットにして1つのブランチになるようにしてるの。ポイントリストでその様子を見てみると、このように全ての点が01というインデックスでそれぞれのブランチに分けられてるのがわかるのだ。他のエッジについても同様なのだ。そしてこれら上下の点の平均点を取ることで、ここを通過する稜線を作れれば稜線の間にギャップが生じない状態で屋根を作ることができるようになるのよ。そのための平均点はアベレッジコンポーネントを使って作ってるのだ。そしてここでグラフとしたデータリストをここのシフトパスを使って元に戻してるのだ。これで各点のデータがこのようにこのエッジを一つのブランチとして0から101まで流れるようにまとめることができたわね。そしてこの点をインターポレイトコンポーネントを使ってつないでいくわ。これで稜線の平均化ができたのだ。けどこのままだとこのように制御点の数が非常に多い稜線になってしまっているので、ちょっと汚い構造になりやすくなってしまってるのだ。なのでこの稜線をさらにリビルドカーブを使って制御点の形状をきれいにするのだ。この制御点の状態を見てみると、こんな感じで必要最低限の制御点の数で近似化したカーブができているわね。そうしたらここでリストをフラッテンしてデータリストを一つのブランチにまとめておくのだ。そして元のデータ形状ではこのように一つの三角形に対して3点がまとまっている状態だったので、こんな感じのデータ構造にバラバラの近似カーブを戻してあげるのだ。三角屋根を基準にしたリストの3点を基準にして、この各辺に近いリビルドカーブを探していくのだ。こっちの元のデータ構造のカーブをグラフとしてこれの中点を作るわよ。この中点に一番近いカーブが元の、例えばインデックス0番のカーブに一番近いカーブをこのリストから取ってきて、インデックス1番に近いカーブをまたこのリストから取ってくるというような動きをしてくれてるわ。カーブクローゼストコンポーネントの D の値をソートリストに入れて、距離が一番近いものを拾うからリストアイテムを使って I は0番と設定するのだ。そうしてできたデータリストをまたシフトパスを使って一段階層を浅くしてあげると、このようにまた一つの三角面を基準にして012とカーブが一周するようなデータリストに戻すことができたのだ。しかもこの稜線が今度は近似されて一つにまとまっているので、これで屋根の隙間を埋めることができるはずよ。そしたらこのカーブの間に面を張っていくわ。面を張るフローを今2種類作っているんだけど、今回は 14B の方をおすすめしてるのだ。どう違うかというと、上の方は GH にデフォルトで入っている面を張るためのコンポーネントを使ってこのように屋根面を作っているんだけど、デフォルトのパッチコンポーネントを使うとどうしてもこの外形線の形状をきれいに維持したまま面を作ることができないのだ。このように頂点部分にわずかなギャップが生じてしまっているわ。このように面がきれいに角で揃っていないのが見えると思うのだ。この状態で出力してもいいんだけど、せっかくなので屋根面全体を B レップジョインでつなげられるようにしたいから、今回はパファーフィッシュというプラグインに入っているオートマティックエッジサーフェスというコンポーネントを使ってさっき作った外形線にきれいに合うような形で面を張ってるのだ。これをジョインすることで屋根面が一つの B レップにまとめられたわね。一つにまとめられたので、この前後でファンシーワイヤーの色が変わってるのがわかるかと思うのだ。ちなみに上のルートではどのようにしているかというと、両線をジョインカーブで三角形に一周するカーブにまとめて、その各頂点の平均点から一番近い三角形の面をソートで持ってきてるわ。この三角球面は近似する前の完全な球面なのだ。この球面の上に点をランダムでいっぱい作ってエッジに近い点をここで除くのだ。
この点をガイドにして各外形線と点群を通るような面をパッチで再生成してるのよ。この外形線だけでは形状を作るのに頼りないので、点をガイドとして追加しているという状態ね。これをもし取り除くと面の形状が若干だけど変わって精度が下がるのだ。だけどここまでやってもまだ頂点部分で面のズレが生じてしまうので、今回はこっちのコンポーネントをおすすめしているというわけなのだ。これで屋根面が完成したのだ。パラメトリックにパラメータを変えて屋根の形状を変えることができるから、その後すぐにベイクしやすいようにコンポーネントをここまで引っ張ってきて、ここでベイクできるようにしてるのだ。ここまでで今回のヘルスケアパビリオン風の屋根面の解説は以上なのだ。ここで試しに形状を変えてみるね。例えば軒高さのノイズを少し変えたい場合には、このドメインの値を低くして軒の最低部分の高さを低くすることもできるし、ここの値を大きくすることで屋根全体の高さを上げることもできるわ。頂点がちょっと高すぎた場合にはここの値を低くして軒高さからの差分を小さくしたりできるし、あるいは外形線の形状をこのように変えてあげると屋根全体の形状もすぐに作り直すことができるのだ。そしてここでベイクをして形をライノに焼いてあげることができるわ。そしてこの形状がどれくらい元の球面から変わっているかというのを確認してみるわね。ここの完全な球面のオブジェクトを焼いて曲面の滑らかさを比較してみたいわ。元の曲面の形状を解析ツールのサーフェスから曲率分布で見てみると、このようにほとんど色のブレがないので曲率が一定であるということがわかるのだ。それと比べてこっちの面も同じように曲率を見てみると、こんな感じで曲面内で色ムラがあることがわかるわね。これは完全な球面からちょっと歪んだ状態であるということを示してるわ。なのでラフにこの屋根全体の形状をきれいに両線でつないだモデルを見たい場合には面を近似化する方法が有効だけど、この設計が進んで完全な球面でそれぞれの面を整えたい場合になったら、途中で説明したように片側から球面を1枚ずつ貼り足していくような方法でこの屋根全体を作り直すことが必要になってくるかと思うのだ。ヘルスケアパビリオン風の屋根面を作る GH の解説はこれにて以上になるわ。他に作ってみてほしい事例があればぜひコメントしてほしいのだ。それではご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。少しでも気に入っていただけた方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。